は長谷川の48分の1スケール F16C ブロック30三沢の仮組みを行うのだ。長谷川の48分の1スケールの F16C ですね。でも現行パッケージではありませんよね。その通りなのだ。今回紹介するのは1988年頃に販売されていた旧パッケージ版なのだ。今だと F16CJ ファイティングファルコン三沢ジャパンとして販売されているけど、型式が更新されたのでインテーク形状や吊るし物が新規ランナーとして追加されたりしているのだ。なるほど。今回のキットはそれより前の F16C ブロック30三沢時代のバリエーションということね。そもそもどうして旧パッケージ版を取り上げることにしたんです？実はね、このキットずいぶん昔にホビーオフで1000円で買ったものなのだ。48分の1スケールで1000円。安いですね。そうなのだ。でも帰宅して開封したらなんとデカールが入っていなかったのだ。うわぁ、ホビーオフあるある。中身チェックしないで買っちゃったパターンですね。そうなのだ。そのショックで長いこと積んだままになっていたんだけど、ダメ元で長谷川のパーツ請求に問い合わせしてみたのだ。1988年頃のキットでしょ。さすがにデカールなんて残ってないのでは？それが驚きなのだ。すぐ返事が来て、現行の F16CJ ファイティングファルコン三沢ジャパンのデカール在庫はあると返ってきたのだ。いやいや、型式違うしマーキングも違うしという感じですよね。そうなのだ。なので今回欲しいのは旧パッケージの F16C ブロック30三沢のデカールですが、と返答したのだ。それは普通はもうありませんって返ってきますよね。ところがなんと旧パッケージのデカールも在庫がありますとのこと。ただ少し黄ばみがありますので写真で状態を確認した上でご判断くださいと返ってきたのだ。すごいですね、長谷川さん。物持ち良すぎですね。それで状態的にはどうだったんです？若干の経年変化はあったけど十分使用可能レベルだったので迷わず注文したのだ。無事に到着して気分が上がったので今回の仮組みレビューにつながったというわけなのだ。なるほど。デカールを無事取り戻したことで封印されていたキットが解放されたわけね。そういうことなのだ。ところで長谷川の48分の1スケール F16 シリーズっていつ頃から販売しているんです？初出は1983年。まず F16A として登場したのだ。当時としてはかなり精密で同スケールの F16 の代表格だったのだ。なるほど。まずは A 型からスタートしたのですね。1987年になると A 型の改良版として F16A プラスやアメリカ空軍アプロチームサンダーバーズ所属機のバリエーション、さらには初の F16C がリリースされるのだ。実機のバージョンアップと並行して長谷川も追加パーツなどで対応してきたわけですね。そうそう。そして1988年に今回紹介している F16C ブロック30三沢が登場。翌1989年には複座型の F16B プラスと F16D も発売されるのだ。複座型も早い段階で展開してたんですね。続く1991年には F16C ブロック40ナイトファルコンと米海軍アグレッサーで使用されていた F16N が登場し、一気にラインナップが広がったのだ。この辺りから限定でカールキットが爆発的に増えるんですよね。そうなのだ。マーキング替えで限定版の発売の勢いがすごかったのだ。2000年ついに F16CJ ブロック50が登場。ついに F16CJ が出てくるわけね。そして2004年に現行パッケージの F16CJ ファイティングファルコン三沢ジャパンが発売され、今広く店頭に並んでいるのはこのバージョンなのだ。その後も限定版は続きますよね。そうそう。2008年には F16D ブロック52プラス、2009年には UAE 空軍仕様の F16F ブロック60が販売。実機のバリエーションを追うように長年シリーズが続いてきたのだ。なるほど。こうして聞くと長谷川の F16 って時代とともに進化してきたシリーズなんですね。まさにその通りなのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは遥か上空を飛ぶ F16C なのだ。マーキングは太平洋空軍の第432戦術戦闘航空団の司令官機ですね。箱の中身はグレーのランナー9枚。
透明パーツが1枚、スモークグレーの透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは4種類。太平洋空軍第432戦術戦闘航空団司令官機、太平洋空軍第432戦術戦闘航空団第13戦術戦闘飛行隊、太平洋空軍第432戦術戦闘航空団第14戦術戦闘飛行隊、在欧アメリカ空軍第86戦術戦闘航空団第512戦術戦闘飛行隊となる。なるほど。三沢基地以外のマーキングもついてるわけね。部品点数は全部で129点。さすが48分の1スケールのジェット機。部品点数は多いですね。それでは長谷川の48分の1スケール F16C ブロック30の仮組み始めるのだ。最初に座席の組み立てなのだ。ふむふむ。座席は全部で5パーツ構成となっている。ディテールも十分な感じなのだ。次は操縦席ね。操縦席は全部で5パーツ構成。操縦席床とケーキパネル、ラダーペダル、操縦桿なのだ。これに先ほどの座席を組み込むわけね。そうなのだ。パイロットはついているんですね。パイロットは全部で3パーツ構成。D52 のパーツはパイロットに持たせる感じみたい。次はエアインテークですね。エアインテークは全部で5パーツ構成。先脚口を挟んでエアインテーク口を取り付ける。次はエンジンですね。エンジンは9パーツ構成となるのだ。エンジンノズルは6枚構成となっているので、ノズル内側のモールドもしっかりとあるのだ。エンジン自体はノズル部分とノズルの奥部分という構成ですね。そうなのだ。次は主翼、水平尾翼、垂直尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は上下分割で2パーツ構成。操縦席と四脚庫の隔壁を組み込んでから接着となるのだ。スピードブレーキの開閉が選べるわけね。胴体から切り離すことでできるみたいですね。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなります。パネルラインはシャープで好印象。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で4パーツ構成。左右ともに主翼下パーツに主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドでオーリベットとなります。ここで胴体と合体ね。胴体と主翼を組み合わせたら先ほど組んだエアインテークを接着するのだ。機首にノーズコーンをつけるわけね。重りを 1g 入れるみたいなのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造なのだ。いつもと一緒ですね。最後は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は4パーツ構成。貼り合わせたら胴体に差し込むのだ。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となっているので操縦席の開閉選択ができる。キャノピーは2種類ついているんですね。そうそう。透明以外に成型色がスモークグレーのものがついています。お得ですね。万が一の事故にも対応できそう。ただ中央にパーキングラインがあるのでその部分の処理が必要なのだ。番手を上げて磨いて最後はコンパウンドかしらね。そうなのだ。次は足回りですね。その前に主脚庫の組み立てなのだ。主脚庫に隔壁とカバーを組み込むのだ。それでは左右試着ですね。主脚は左右それぞれで5パーツ構成。タイヤと試着、試着、ライトの構成ね。胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は3パーツ構成となっているのだ。ここも胴体に取り付けるカバーがあるわけね。次は細かいパーツの取り付けなのだ。ふむふむ。まずは 20mm バルカン砲部分。胴体左側に接着ね。ノーズコーンに気筒管を取り付けて胴体下部にベントラルフィンを2枚取り付けね。機首の左右にアンテナ、エアインテークの左右にもライトを取り付けるのだ。最後は吊るし物ね。胴体下の5番に300ガロン増装、主翼下4番、6番に370ガロン増装が吊るせるのだ。さらに3番、7番に吊るせるのはトラベルポットかしら。2番と8番は選択式でサイドワインダーかアムラームが吊るせるみたい。翼端はサイドワインダーですね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の48分の1スケール F16C ブロック30三沢の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた率直な感想はどうでしたか？長谷川48分の1スケールとしては比較的初期の製品になるんだけどパーツ数はしっかり多めで組み応えのある内容だったのだ。なるほど。ではモールドの印象は？全体がシャープな大モールドで統一されていてとても好印象だったのだ。
主翼には細かいオーリベットも打たれていて、今見ても十分通用するレベルだと思うのだ。パーツの合いはどうでした？最新キットのピタッと吸い付くような精度にはさすがにかなわないけれど、全体としての合いは良好。最低限のすり合わせや段差処理をすれば綺麗にまとまりそうで、ストレスは少ないと思うのだ。コックピット周りはどうでしたか？今の基準で見ると軽基板やサイドコンソールの情報量は控えめだけど、逆に言えば手を加える余地があると考えれば悪くないのだ。パイロットを乗せて雰囲気重視で仕上げるもいいし、上級者がエッチングや自作でディテールアップしても楽しいのだ。キャノピーは2種類入ってましたね。そうなのだ。カラー違いで選べるのは嬉しいところなのだ。ただし中央にパーキングラインがしっかり入っているので、ペーパー掛けと磨き作業は避けられないのだ。最近のキットでも大体入ってますし、飛行機モデラーの通過儀礼ですね。その通りなのだ。そして現行でベストキットといえばやはり2007年発売のタミヤの48分の1スケールになるのだろうけどね。タミヤは圧倒的精度と組みやすさが魅力ですからね。でも長谷川の F16 は市場価格がお手頃で選択肢としては十分ありなのだ。現行パッケージだと F16CJ が定番だけど、形状の美しさやラインの捉え方が素晴らしいという評価は昔から変わらないのだ。限定版で特別塗装機や海外部隊のマーキングが大量に出ていたのも魅力だと思います。まさにその通りなのだ。長谷川の F16 シリーズは組みやすさとスマートなプロポーションの良さで長年愛されたロングセラーの一つなのだ。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。